ウォーロボッツ&オータイタンズフランベチャンネルへようこそ。いやーねー、このゲームはウォーロボッツって言ってはいるが、タイタン次第なゲームでもあるからね。ボットなんて何でもよくって、ほら、ぶっ壊れてぶっ飛んだタイタンさえ持ってりゃだね。チャンピオンリーグ上位に行くでしょう。で、ようやく型落ちとなって普通のタイタンデータパッドで手に入れやすくなったよね。フランベは買わないけど。で、そうなりゃ当然、世界の金持ちはすでにだが、世界の小金持ちというか、普通の重課金者ならこの金額なら買うでしょう。つまり、これからは、いやーちょっと高すぎるよねって思ってた重課金者さんたちが、まあこれくらいの値段ならって消費始める。これで一気に敵を消しまくろうってね。おやおや、ぜひそんなプレイヤーはぜひ最後まで見ててください。では、これもそう。ひどいね。もう売り上げに陰りが見えてるのかしら。これまでのジェムを買おうってキャンペーンでの購入額は2000だったはず。これタイポかって一瞬思ったが、いややはりこれは2万だろうってね。もうこの金額消費するって感覚が狂ってるね。さあ次は新型ボットの伝説パイロットだが、いや前回のハスタトゥスのパイロットで大ごけしたんでね。急遽追加パイロット出したのだが、今回はどうだろう。完全に武器までも新型武器に絞ったアビリティ。まあもうこれ、なりふり構わず新型で固めさせようって魂胆見え見えだね。売り上げ下がってんのかしら。では本題、ディスコードで案内あり、レディットで詳細説明があったね。そうそう、情報ありがとうございます。で、その内容たるや、言い訳がましいというか、さも司令官のためにという説明も虚しさを感じるね。もう完全にお金持ち消費以外は眼中にありませんって感じだ。なのでこの後、その確信についてまとめます。さあ今回の鉄くず調整がスケジュール化されることにより明確になったね。新型はぶっ壊します。そうして次のタイミングで鉄くずとなりますってね。ポイントは3番のとこだね。おおよそ課金を回収し終わると鉄くずとなる。つまりバトル時間がどうのこうのというよりも一定の売り上げ取れれば鉄くずになる。まあそういうことだよね。そうしてスクラップ工場へ送られた昔の新型は無課金さんにお使いいただく。そんなリサイクル方式だ。まあこれはこれまでの流れを明らかにしただけ。そう、それだけであろう。これから必ず注意しなければならないポイント2つ。1つ目は新型の緊急調整だ。つまり司令官大変なことが起きてしまった。これだけ緻密な計算とテストを行ってきたにもかかわらず、想定をはるかに超える戦闘力が新型のボットやタイタンで確認されました。予定通りですが。なので予定数量を達成しましたので緊急調整で鉄くず一歩手前まで弱体化しますってね。ここだろう。次にこれからの大原則は年3回の鉄くず化となる。なのでそのスタートラインを整える必要があるだろう。そうなりゃだね。特に新型タイタンとその武器、そしてレックスとその武器、火事やロケット弾、なんならテト当たりや、もうついでにやっとくかって感じでアルティメットなども全ての既存をそのスタートラインにつかせるため、そうしてこれ以降の新型を際立たせるため大幅な弱体化、これかなり要注意だとフランベは考える。なので次にアップデートまで全ての消費を抑制しておいた方が安全と考えます。さあ司令官の諸君、新型タイタンのアルファとベータ武器破格にお安くなってます。ぜひこれで圧倒的な火力を持って爽快にキルを取りまくらないかってね。ぜひ騙されると思ってこのタイミングでご購入されてみては。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回お会いできること楽しみにしております。ごきげんよう。